ご視聴ありがとうございます。1万円父さんのマサです。今回もジャンク遊びを楽しんでいきましょう。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今回はニコンのデジタル一眼カメラ D90 の修理動画です。こちらは4700円のジャンク品です。ジャンク内容はシャッターボタンを押し続けてもモーターか何かがかすかにうなる音がしてシャッターが切れない症状らしいです。バッテリーを入れて動作確認してみます。いきなりエラー表示ですね。ミラーも中途半端な位置で止まっています。おや、戻りましたね。メニューは入れますね。初めて触るので SD カードがなくてもシャッターが切れる設定が分かりません。実際にレンズと SD カードをつけてみます。カードを入れます。シャッターボタンを押すとエラー表示ですね。何か聞こえていますね。うーというモーターの回転のような音です。ミラーを見てみます。完全に上がっていますね。戻りました。不安定ですね。再びレンズを装着します。シャッターボタンを押してもモーター音しか聞こえませんね。こんなジャンク品ですが、早速分解していこうと思います。分解開始です。まずはここのネジを外します。ネジ取り作業映像はカットしていきます。外したネジは簡単なイラストを描き貼り付けておきました。バッテリーを外します。裏蓋を外します。電池室のネジを外します。名刺くらいの厚さの紙でフラッシュ部分のロックを外します。ネジが隠れているのでここを外します。次はここの2箇所です。外せました。今度はオートフォーカスとマニュアルの切り替え部分ですね。前の持ち主さんの修理跡がありますね。イソプロピルアルコールを垂らします。直した接着剤にもつけてみましょう。ここのシール部分を剥がします。取れました。ネジを外します。レバーを外します。接着剤も剥がします。マウント部分のカバーを外します。割れてしまって接着したんですね。きれいにしていきます。治るか分かりませんが、100均プラリペアしてみます。粉をまぶしていきます。私の動画でこの100均プラリペアの動画がありますので、概要欄にリンクを貼っておきますね。液体を垂らします。あとは固まるのを待つだけです。作業の続きをしましょう。今度はディスプレイユニット部分のネジを外します。ここの2箇所とここの2箇所、1箇所見えませんが、反対も2箇所外します。引っ張らないでくださいね。フレキがありますので慎重にお願いします。フレキを外します。ディスプレイユニットが外せました。今度はここのネジを外します。アルミのカバーを外します。奥は基板になります。片方のグリップが外れました。何これ、はめてあるの。しっかりとはまっていました。今度はシャッターボタン側のグリップを外します。ここのネジを外します。外せました。さて、ここからは緊張する瞬間です。こちらはセメント抵抗を太めのリード線にハンダ付けしたものです。
抵抗値が 5W の 2kΩ のセメント抵抗です。価格はヤフオクで送料込みの300円くらいでした。これをカメラに内蔵されたフラッシュ部分の電解コンデンサーに接続し、放電させて高圧の電圧をなくしていきます。非常に危険なので気をつけてください。プラスはいいと思うよね。ああね、怖いでしょ。ビビりまくりですよ。これです。でかい電解コンデンサー、恐怖の元凶です。電解コンデンサーからの配線がここの基板部分にあるので、カプトンテープを剥がします。ここです。デンジャーゾーンです。電圧を測っていきます。手が震えちゃう。260V も溜まっているんですね。怖っ。抵抗なので極性は気にせずハンダ付け部分につけます。怖っ。怖っ。電圧測定です。コボルト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 ならいいのかね。念のためもう一度放電させます。測定です。1V 切ってますね。もう安心です。よかった。挑戦される方は気をつけて自己責任でお願いします。分解の続きです。基板から接続されたフレキ等を外していきます。画像処理エンジンの心臓部初代エクスピードが見えますね。ここを外します。次はここです。しっかりとはまっています。次はここです。経年でプラスチックが劣化している場合があるので慎重に進めます。次はここです。この下にも端子が接続されています。ここは厄介でしたね。ラジオペンチで掴むには力が入りすぎる小ささです。やっと取れたよ。もうやっと取れたな。なんとか外せました。あとここにも同じ型のコネクターがありましたね。基板の裏側に1箇所コネクター端子がありますので外します。基板が外せました。次に軍艦部を外していきます。まずジオプター調節ネジを外します。 IPA を垂らしてなじませシールを剥がします。ネジとダイヤルを外します。ここにネジがあるので外します。次にこことここを外します。ハンダゴテの準備をします。写真がボケてしまい申し訳ありません。ハンダゴテを使って配線を外していきます。再びハンダ付けするため確認できるように写真を撮っておきましょう。先ほど放電させた電解コンデンサーから基板に接続される配線と軍艦部分から伸びている配線を外していきます。ここの配線を表に出します。軍艦部分を持ち上げると1箇所フレキがあるので気をつけましょう。外します。基板が2段になっています。ハンダゴテでリード線を外しフレキを外していきます。ここの2箇所をまず外します。こことこことここのラッチを外します。フレキを外します。次にこことここですね。同じように外します。フレキの束を持ち上げるとネジが隠れています。ネジが2箇所止まってます。外します。上段の基板を外します。
接続端子があるので気をつけてくださいね。こんなになってたんだね。ここに刺さってるんだ。無理やり引っこ抜いちゃダメだね。下段の基板ですね。リード線がつながっているので4箇所外します。写真を撮って見返せるようにしておきましょうね。フレキの上にも IC チップが載ってますね。次は電解コンデンサーを外します。簡易ユニットみたいになっていました。間隔が狭いので周りを溶かさないようにします。ネジを外します。スライドすると外すことができます。ここを外します。次は本体とシャッターユニットが固定されているネジを外していきます。そうすると CMOS センサーが外せます。ここに隠れているネジを外します。外せたらセンサーを汚したり傷つけないために元に戻し仮止めをします。1箇所だけ止めます。ここも外します。次は正面の4箇所を外します。こことここと底面のこことここです。外せたらリード線が固定してあるので外します。電解コンデンサーからのも外します。これで外せるのですが、最後にハンダで基板同士が接続してあるので溶かして外します。見えづらくてごめんなさいね。意外に簡単にハンダの分離ができました。あとは慎重にシャッターユニットを外していきます。ここまで来ればあとは簡単です。長いモーターが見えますよね。ここのモーターギアが経年で摩耗劣化しているんですね。2箇所ネジを外します。モーターを外していきます。上に引き抜くイメージですね。これです。これ D80 の時と同じギアです。早速外します。外してみたものの目視では何もないような気がするんですが、どうでしょう。画像を拡大するとシャフト部分の亀裂が確認できました。スカスカではないですが簡単に抜けました。交換用のギアです。アリエクスプレスで300円くらいですね。なかなか硬かったですね。様子を見ます。もう少し差し込みます。ネジを締めていきます。潤滑油代わりにヘルメットのシリコンオイルを塗っておきます。モーターギアをシャッターに取り付けます。別段難しくはなかったですね。ネジ締めします。あとは組み付けだけなので、バラシの逆順序なので大事な箇所だけ映像を流しますね。やはりハンダ付けの配線位置ですね。基板にリード線の色の英語の頭文字が表記してありますが、念のため画像を確認しましょう。あとはディスプレイユニットですね。なかなかフレキの先端が入らず苦戦しました。入っても接点が触れているのか自信がなかったですね。おっと忘れていましたね。100均プラリペアはどうでしょうか。しっかり固まったのですが、でもな、割れちゃった。やっぱり割れちゃうわ。ダメでしたね。気を取り直し、組み上がったので動作確認してみます。バッテリーをセットします。エラー表示ですね。分離前の名残です。ここでシャッターを押します。エラー表示が消えましたね。
ミラーが降りてます。 SD カード入れてレンズを装着します。どうでしょうか。シャッターが切れましたね。いいですね。エラー表示が出ません。ミラーも降りてバッチリです。しかし撮影画像がモニターに表示されません。当然メニューにも入ることができません。おそらく先ほどのディスプレイユニットのフレキがしっかり刺さってなかったみたいです。ですので再度ばらしてトライします。この状態でバッテリーを装着します。できた。よかった。やはりフレキがしっかり刺さってなかったんですね。もう一度動作確認してみます。今度は連写してみます。大丈夫ですね。しっかり撮影できました。カードの規格が古いので再生表示が遅いですが、問題なく撮影できました。動画が長くなりましたが、ここでまとめさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まとめです。D80 の時同様、モーターのギアの交換で D90 が修理できました。D90 は D80 がフルモデルチェンジしたもので D2 桁シリーズの最上位なんですね。2008年の発売と古い機種ですが、 D80 は CCD センサー、 D90 は CMOS センサーなので、この違いは大きいです。1万円父さんには強い味方ができました。これから私のメイン機種として活躍してくれそうです。また後日サブチャンネルにこの D90 の撮影編もアップしようと思います。私1万円父さんはこんな感じでジャンク品で遊んでいます。面白いと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画が皆さんのジャンク遊びの参考動画になれば嬉しく思います。それではお別れになります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回まで。またね。